ロシアの弱体化がさらに加速しそうです。クリミア半島の孤立化作戦は非常に良好に推移しており、ロシア経済全体に対する悪影響もさらに拡大しようとしています。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。ロシアによるウクライナ侵略は戦争の長期化に伴って日本のニュースにおいてはなかなか取り上げてくれません。このチャンネルではそうした地上波のニュース報道では取り上げてくれない戦争の最新情報について解説を行っていきます。ぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。まず最初に現在行われているウクライナ軍によるクリミア半島の孤立化作戦について解説を行っておきます。クリミア半島は2014年ロシア軍による侵略によって占領されてしまいました。以降ロシア軍の占領下にあるわけですが、この半島には大きな弱点があります。それが大陸側との通路といったものが非常に限定的なのです。まずロシア本国とつながっている部分、クリミア半島の東部はクリミア大橋でつながっています。逆に言えばクリミア大橋がもしも落ちてしまえば、東部側からロシア本国へ戻るためには、船便や飛行機などを使う必要があります。それは非常に人と物を運ぶ量は限られてしまうもので、多くの人たちが暮らしているクリミア半島に対して物を運び込むには十分な輸送量を確保することができません。もう一つのクリミア半島に物を運ぶためのルートは北側にあります。ただし、クリミア半島の北側は非常に多くの沼や湿地が広がっている地帯であり、道路や鉄道といったものが非常に限られています。ですからこうした限られたポイントを抑えることによって、クリミア半島全体に対する閉塞作戦といったものがある程度可能になります。つい先日行われたクリミア半島東部のケルチにおける攻撃では、石油貯蔵タンクや港湾施設、そして火力発電所などがウクライナ軍の攻撃を受け大炎上しました。これに伴って人々は今まで自分たちにとっては関係ないと思っていた戦争が今まさに目の前に迫ってきたことを感じて、いよいよクリミア半島から去らねばと思う人も増えたようです。そのためクリミア大橋を渡ろうとする人の渋滞ができたぐらいです。そして今日入ったクリミア半島に対する攻撃では鉄道に対する攻撃を実施したとの報告が入っています。この攻撃では鉄道を寸断するためにも鉄橋に対する攻撃を行ったとしています。また列車それ自体に対する攻撃も行ったことにより、クリミア半島内における列車の運行は大幅に乱れています。また北部側からの物流網についても攻撃を引き続き行っています。先ほども説明したように、限られたルートでしか物を運び込むことができないことから、主要道路に対してウクライナ軍が中距離ドローンを飛ばし偵察を行っています。その上で攻撃用のドローンも放っていることから、次々と貨物用のトラックが攻撃を受けています。これに対してロシア国防省は、こうした貨物トラック、民間のものであろうと軍用のトラックであろうと、これからは防空用の部隊も一緒に走らせることにより安全になると広報を行いました。ただし、公開された映像では、おそらく役者の人かもしくは現役の兵士かどうかちょっと怪しいのですが、明らかに装備品が真新しく、全く汚れ一つないことから、現地で撮影されたものではないでしょう。そうしたこともあって、実際にウクライナ軍が攻撃した時の映像を見ると、随伴している防空部隊の兵士が攻撃が来るなというのが分かった途端に、すぐに自分たちの車から飛び降りて林へと逃げ込んでしまうというような映像が公開されています。確かに誰も守っていないよりは守っている方が良いわけですが、実際に機能しているかといえば、かなり怪しいものでしょう。そしてクリミア半島では、一般向けにはガソリンやディーゼル燃料の販売が停止されてしまいました。もうこれは外から入ってくる量が明らかに足りないがために、もはや軍と政府関係者だけにしか売らないという非常措置です。そして産油国であり世界各地に石油を売りまくっていたロシアが今国内において52カ所もしくは53カ所において燃料の販売規制を実施しています。それに伴って多くの地域において駆け込み需要といったものが発生し、ガソリンスタンドで列をなしている人たちの中にはイライラから喧嘩に発展する人などもいるそうです。そしてクリミア半島内においては非常事態へとつながりかねない事態がすでに住民から報告されています。それが物流網が麻痺することによって生じている商店に物が入らなくなりつつあるという問題です。多くの人たちにとってみれば日常利用するスーパーマーケットなどに
物が入ってこないというのはそれこそ命に関わる事態です。今、クリミア半島内においては、外から入ってくる燃料が足りないがために、そうした物流網が麻痺し、商品が手に入らない。このままでは非常事態に陥りかねないという、ものすごい状態がやってこようとしています。プーチン政権がクリミア半島の人たちを切り捨てた場合においては、こうした人たちはそれこそロシア本国側へと移動せざるを得ないでしょう。それはクリミア大橋を残したままのウクライナが呼びかけているクリミア半島の本来の住民ではない人たちは、さっさとロシア本国へと帰ってくれというメッセージに対しては、非常に良い動きとも言えます。ただし、物流網が完全に麻痺した場合においては、クリミア半島に住んでいるパルチザン、抵抗勢力の人たちにとってもちょっと困る事態になると思うので、このあたりのさじ加減がウクライナ側には求められることとなります。続いては、先日行われたモスクワの近くにある製油所に対する攻撃、これに続いてのウクライナ軍の攻撃が実施されました。モスクワ州北部の先端技術産業都市ドゥブナにある宇宙通信センターに打撃を加えたというものです。この通信センターはロシア国内における通信網の中継基地となっており、ヨーロッパでも有数の規模を誇るそうです。ただし防空体制は不十分だったらしく、ウクライナ軍の攻撃を受けて施設は大炎上しています。ただ、ロシア側の報道を見る限りにおいては、タス通信などはこうした被害状況について触れる記事が一切報告されていないことから、おそらくウクライナ軍の攻撃はなかったものとされていることでしょう。続いて、ウクライナ軍の攻撃の成果についての確認をしておきます。先日、ロシア・ドゥブナにある軍需産業工場が攻撃を受けました。この時撮影された住民の映像が公開されています。インターネット上に投稿された映像を見ると、3発のミサイルが直撃していることがわかります。施設の損害は非常に甚大なものでした。建物に大穴が開いていることが映像から後で確認されたこともあり、この施設における生産量は大幅に激減し、再開までには相当な期間を要することでしょう。これによって、この工場で作られていた巡航ミサイル、弾道ミサイル、対空ミサイル、これらミサイルに必要な電子機器類について、使用量を確保することができず、おそらく生産量は激減するものと見られています。そして重要なのは、こうした工場が今なぜ攻撃を受けたのか、そこについての解説記事を読むと非常に注目すべき情報が入っていました。攻撃を受けたミサイル関連部品の工場は比較的ウクライナの国境から近い地域にありました。しかしこれまで攻撃を受けてこなかった場所です。なぜならば、これまではロシア側も重要と考えていたのか、防空兵器類をこの地域に配備していたものと見られています。ところがそうした防空部隊が削減されたようなのです。じゃあそうした部隊どこに行ったかといえば、それが首都モスクワ方面です。首都モスクワ近郊といえば、つい先日モスクワの製油所が大爆発し、石油貯蔵タンクの蓋が吹っ飛んだというような映像も皆さんにご紹介しました。プーチン大統領は公式にはこの攻撃に対してコメントを出していません。それぐらいロシアにとっては都合の悪い大きな事件だったはずです。それに合わせてモスクワの高層建築物のヘリポートには多くの対空兵器類が設置され始めていますし、また住民の目にするところでも対空兵器類などが次々と現れているそうです。ただし、それが今までどこにあったかといえば、それこそ今回のようにロシア各地に散っていた防空部隊を呼び寄せる形で首都モスクワの防空体制の整備に励んでいるのです。しかしこれは明らかにその他の地域からの部隊集結ですから、手薄になる箇所が非常に多くなります。だからこそ今回非常に重要な軍需物資を作っていた工場が狙われたというわけです。しかもこの話にはさらに続きがあります。今回攻撃を行ったのはミサイルでした。ドローンではありません。そこで一つロシア側から明らかに政治的な意図を持った情報発信が行われています。それが、この工場を襲った兵器はアメリカ製の新型ミサイルだというような話が出ているのです。当初この攻撃に用いられたミサイルは、イギリスが供与した巡航ミサイルストームシャドウという名前が出てきました。ところが、その後ロシア側の軍事ブロガーらが、盛んにこのストームシャドウではなく、アメリカの巡航ミサイルが供与されたんだと言い始めて、さらにそれに乗っかる形でプーチン大統領がここ最近ヨーロッパ諸国はロシアに侵略する用意をどんどんと進めており、
その一環としてウクライナに対する武器供与を強化しているのだというような話をしています。さらには今日のタス通信においてもラブロフ外相がロシアは欧米に裏切られた。ロシアが和平協定を結ぼうと積極的に動いているにもかかわらず、欧米側はこれを蹴っており、平和を希求しているロシアをバカにしているなんていう話をしています。事実としては侵略を続けているのはロシアであり、しかもロシアは停戦協議のその要求面においても、ドンバス地方を無血解除、そして領土割譲せよといったような話もしていることから、全く平和を求めている言動ではありません。そうした自分たちの言動を棚に上げて、戦争が続いている責任を欧米に投げかけています。さらにここでポイントなのが、イギリスの兵器ではなくアメリカの兵器というようなことを言い始めているのは、ロシア軍がやられっぱなしだというこの現状、ウクライナにやられているんじゃない、これは NATO 軍にやられているんだという物語へと転換するための一つの布石です。実際、ロシア側の軍事ブロガーらは、随分と前からウクライナ軍は党の前に全滅かもしくはそれに近いような大打撃を与えることができた。しかしそれでもなお前に進めないのは NATO 軍が現地に入っているからだみたいな夢物語を未だにします。そうした話を100回すればそれを信じる人が出るというのもあるのですが、さすがにそれはあまりにも現実から離れすぎた夢物語です。また今になってアメリカを非難し始めるというのも変な話です。トランプ大統領、ここ最近はウクライナの戦況が徐々に変わりつつあり、ウクライナに対する評価は変わりつつあります。しかし積極的にウクライナに対する支援は今のところ再開しておらず、こうしたアメリカをロシアが非難するというのもまたおかしな話です。自分たちがやられている理由というのが国力10分の1のウクライナではなく、むしろロシアと対等と彼らが勝手に考えているアメリカであれば、仕方ないと言わんがための作り話と考える方が私は良いと思います。実際にはウクライナ側は射程距離 3000km の長射程のドローンについても開発が終わったというような話もしていることから、現在よりもより遠くの戦略資源に対する攻撃を実施する可能性が高まっています。もちろん初期の頃は生産が順調に進んだとしても、機数それ自体は少ないですから、おそらくはほんのピンポイントで何機かがものすごい遠くの場所を攻撃するといった成果しか出ないでしょう。しかしそれは始まりに過ぎず、そうしたより遠くに攻撃することそれ自体が再びロシアにとっては防空体制をさらに広げなければならない。防空部隊をどう配置するのか、予算が足りない、人が足りない、そう言っている間にも戦費の調達には支障が出るし、前線に対する予算掛けといったものも不十分になることから、前線の戦闘でも苦戦するといった状況を生みかねないというわけです。ウクライナ軍の行っているクリミア半島孤立化作戦と、そしてロシア本土全体に対する戦略資源攻撃といったものは複合的に合わさってロシアにとって年月が味方にならない敵になるという状況を生み出しているわけです。これは決して1日2日でいきなりガラッと状況が変わるような話ではありませんが、ウクライナのそうした理にかなった長期戦略といったものは非常にうまくいっていると言えるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画が役に立ったなと思われる方はぜひとも他の方にもこのチャンネルを推薦してくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。